皆さんどうもこんにちは。文系アクアリストのハテナです。はい、ということで私アクアリウムを始めて約1年が経過しました。いや本当に昨年始めた頃は何も分からず、もうただねレイアウトなんかも置いただけ、ひどい状態で始めたんですが、もう今はですね、水槽もかなり増えて、でまだまだ設置をしようと計画もしているところなんですが、アクアリウム部屋も自分で勝手に作るというほど、アクアリウムにどっぷりハマっている状態です。で、YouTube もですね始めて、もう7ヶ月8ヶ月ぐらい経過してますがね。で、今年度はですね、なんとか週に2本、YouTube の動画をアップしようということを目標にしていまして、でなんとか今のところそれが実現できています。でそれもですね、本当に皆様温かいコメント、たくさん見ていただいているっていうところが本当に励みになるところでして、私は本当に、何度も申し上げているんですが、こんなにもたくさんの方に見ていただけるということは全く思ってなかったので、本当に嬉しいなと毎日思っているところです。で今後もですね、もっともっとアクアリウムの実力も上げていきたいと思いますし、YouTube としてももっともっと頑張っていきたいというふうに思っていますので、また来年度もぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本題に入らせていただきます。で今回なんですが、皆さんなんとついに超有名100円ショップからアクアリウムのもう本当に必需品が発売されました。そちらのご紹介をしていきたいと思います。もうこれね、100円ショップですので、当然税込み110円です。税込み110円でもうほぼね、実質タダと。はい。ということで、今回私が購入したもの、こちら。はい。なんと、100均からスクレーパーが登場しました。でね、当然これ、見たらわかる通り、実はね、これ、アクアリウム用品ではありません。こちらに書いてあるように、これキッチンのガラストップですよね。ガラストップ用のスクレーパーで焦げついた汚れを落とすというふうに書いてあります。はい、こんな感じですね。はい、ということでこれキッチン用品なんですけど、これね、もしかしたらアクアリウムでも使えるんじゃないかなと。ガラストップって書いてるんで、ガラスに使えるはずなんですよね。なんでこれスクレーパーとして使えるんじゃないかなと思って購入してみました。ちょっと早速開封していきます。はい、ということでこんな感じです。サイズ的にはそうですね、はい、私の、ちょうど指1本分、人差し指1本分程度の長さ、これがなんと実は2つついています。でこれ見たら分かる通り、ここの部分でこそぎ落とすということなんですけど、でここの部分ですね、ここの部分でこそぎ落とす形になってるんですけど、2本ついていて、で1本がちょっと幅の広いタイプで、もう1本がちょっと幅が狭いタイプ、はい、このように2本ついてるんですよね。ですので実質1本50円、激安ですよね。はい、こんな感じで収納するようなフックもついていますので、ここでパチンと外すことができるようになっています。いやこれで100円ってめっちゃいいね。これが使えたら本当にいいと思うんですけど、では実際これ使えるのか試していきたいと思います。はい、で今回使う水槽がこちらのネオグラステラ水槽になります。でこの水槽なんですけど、かなり順調には成長してきてるんですが、結構ガラス面に苔がつくんですよね。で、毎回私はもう安物のですよね、安物のレーザーを使って掃除をしてるんですけど、ちょっとねやりにくい部分っていうのが残ってるんですよね。はい、例えばこの辺り、この辺なんかね、これもちょっとレーザーで反り残しだと思いますが、こんな風にレーザーの反り残し跡みたいに残ってますよね。であとは、この辺の流木付近ですよね。もうこれかなりもうガラス面ギリギリまで流木が来てますので、こういったところが反りにくくなってちょっと残っちゃってますよね。この辺りでね結構使えるんじゃないかなと思っています。
では実際やっていきたいと思います。はい、ではまずはこちら、幅の広いタイプの方から試していきたいと思います。はい、使用上の注意を読むと、まずはね、目立たないところで試してくださいと書いてありますので、はい、それではいきます。お、どうだ？結構これ、取れてる？結構取れてるんじゃないですかね。あれ？ちょっと肉眼では分かりづらい。エビが寄ってきました。いや、どうだ？さすがにちょっと残ってる感じはしますが、結構意外と取れてますね。いや、私にも全く正直期待しなかったんですけど、いや、意外とこれ取れるかもしれません。ちょっとね、先の細いタイプも試していきたいと思います。どうですか？結構取れてますね。いやー、これはちょっと意外といいかもしれん。いいものを買ったかもしれません。いやー、はい、ちょっともうちょいね、やっていきたいと思います。意外とこの端っこの方とかね、この辺も取りにくかったりするんですけど、やっぱりね、これレーザーだと取りにくい部分、こんなところが意外と使えますよね。ちょっとこのね、ただシリコンの部分、この辺が不安ではあるかなっていうふうには思うんですけど、エビが私の手をつまつましてる。力加減はね、やっぱりそこそここう擦ってる感覚はありますので、ちょっとね、普通のやっぱり刃物というかカミソリとは違うなっていう感じなんですけど、使える感じはありますよね。いや、取れますね。いいですね、取れます。ちょっとやっぱりシリコンが怖いですね。シリコンはちょっと気をつけながら。はい、ということで大体掃除し終えました。いやー、これ意外と使えましたね。いやー、これもうちょっとね、正直期待してなかったんですけど、100円なんでね、なんせ100円なんで全く期待はしてなかったんですけど、意外とね、使えました。で、ただこれ注意点もありまして、当然これ、こんな風に短いですので、手が絶対水の中に入りますよねっていうのと、やっぱりこれぐらいの、小さなサイズですので、正直プロレーザーとかああいったものの代用にはならないかなっていうふうには思います。当然っちゃ当然なんですけど、ただね、こういう流木が入り組んでるところとか、こうガラス面付近にレイアウト素材があるようなところっていうのは、こうね、結構入りやすい。
これなかなかレーザーだと全然入らない部分なんですけど、これだとね簡単にこう入るというところがありまして、そのあたりはこちら結構使えるんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、もう一つ注意点としては、このガラスのこの端、縁の部分ですよね。こうシリコンで接着している部分っていうのは結構ねこれ先が広がっていますので、こんな風に、特にこの細い方よりも広い方っていうのが結構先が広がってるタイプなので、こうまっすぐ入れてもこの角の部分っていうのがシリコンを傷つける可能性って結構あるんじゃないかなというふうに思いますので、あんまりこのシリコン付近っていうのはしない方がいいのかなというふうには思いました。はい。いや、とはいえこれ100円、1本あたり50円でもう実質タダなので、そう考えたらこれありかもしれません。ちょっとね耐久性とかはこれから使ってみないとわからないんですが、実際値段を考えると耐久性っていうよりはもうね使えなくなったら新しいものに変えるっていうことはしやすいのかなっていうふうにも思いますので、そのあたりはあまり考える必要はないかなっていうふうには思います。いやでもこれ何よりね、これ100円ショップで買えるって結構でかくないですか？いや、例えばね、こう家族で100円ショップに行った時にこっそりね忍び込ませるには本当にうってつけの商品だと思いますので、まさかこれをアクアリウム用品として使うというふうにはおそらくご家族も思わないんじゃないかなというふうに思いますので、そのあたりは結構大きなメリットかなというふうに思います。はい、ということで本日は有名な100円ショップから出ているアクアリウム用ではないですがアクアリウムにも使えそうなスクレーパーを購入してレビューしてみました。はい。あくまでこれ私が勝手に使ってやってるだけですので、くれぐれももしご使用になられる場合は自己責任でお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひこの動画がいいと思われた方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、良いお年を。